こんにちは、日本語クラスです。皆さんお元気ですか？はい、私は元気です。はい、今日は皆さんにとてもいいニュース、お知らせがあります。はい、勉強する前にちょっと聞いてくださいね。はい、新しいいいサービスを始めました。皆さんにとっていいサービスだと思います。はい、それは、この一番左に書いてある先生に何でも質問できるというサービスです。はい、これは何ですかね。はい、そうですね。これ、皆さんいろんなこと質問わからないたくさんありますね。そう、それ何でもいいですよ。私に聞いてください。はい、JLPT の勉強のことでも、仕事の日本語、ビジネス日本語のことでも何でも大丈夫です。はい、レベルも N5 ぐらいから、まだ始めたばかり、ひらがなカタカナわかりませんでもいいですの人から N1 レベルの人まで、いろんな人、誰でも大丈夫です。私答えます。はい、もちろん私が答えますので、はい、安心してください。他の先生じゃありません。私です。はい、勉強のことだったら、例えば JLPT のテストについてどうやって勉強したらいいですかとか、もうテストが近いから何をやったらいいですか、テストの練習とか、あとどうしよう、もう時間が少ないんですけどどうすればいいの、読解リーディングとか、はいはいはいね、何でもいいです。聞いてください。で、これ申し込みの仕方がとても簡単です。これね、これ Google の、Google カレンダーを使ってます。見ると、あ、これって言ってね、ここクリックすると、こういうふうにカレンダーが出てくるので、あ、私この時間がいいですというのをポチッとクリックしたら、もう簡単に申し込みができますから、ぜひ、はい、早く、お早めに早くですね、申し込んでください。それも7月27日までのサービス限定と考えています。はい、ずっとしますじゃないから、ぜひ今聞きたいという人、ぜひ聞いてください。はい、今度のすぐの JLPT する人ももちろんね、はい、聞いていいし、次のあと6ヶ月後、半年後の JLPT を受けます、やりますという人も、勉強どうやってすればいいかというの、それ聞きたいですという人でももちろん OK です。はい、ですので、ぜひぜひ時間が合うところに申し込んでください。そしてここにも書いたんですけど、そう JLPT の勉強してる人でも、ビジネス日本語、仕事の日本語勉強してるんですって人でも、誰でも OK です。そして、そうですね、あなた一人です。あなた一人と私一人で答えますので、他の人いませんから、何でも聞けますね。聞きやすいですね。そしてこれは皆さんにお金を払ってもらいます。ですので、それはクレジットカードでお願いします。ですが、カードがない人、クレジットカードない人でも大丈夫です。日本にいる人だったら、コンビニでビザカードが簡単に作れます。実は、このバンドルカードというのがあって、そのアプリ、スマートフォンのアプリからカードが作れますから、とても簡単です。今までもたくさんの人これで、そうカード作ってくれて、お金を払ってくれてます。大丈夫です。できます。コンビニで簡単にできるので、ぜひこれね、カード持ってない人はここの、ホームページアクセスリンク見てみてください。大丈夫です。で、これ注意は、予約時間を変えたい、予約したんだけど時間変えたいっていう人は、私にメールをください。ここで予約キャンセルっていうボタンがあるんですけど、それをやってもキャンセルできないので、メールでください。はい、でキャンセルできるのは、予約した時間の24時間前までですので、お願いします。はい、
ではあとですね、まだいいことあります。皆さんにプライベートレッスン N2 と N1 の人のプライベートレッスン、今だけ 50% オフでやります。はい、半額です。おお、はい。これも7月27日までの予定です。はい。ですので、今までまだプライベートレッスンやったことないという人、ぜひやってみてください。はい。グループレッスンもいいんですけど、やっぱりプライベートはプライベートでいろいろ質問もしやすいからいいと思います。で、これも、N2 の方は N2 勉強してる人とか、あと仕事の日本語、ビジネス日本語やってる人はこっちに申し込んでください。で、N1 の人はこちら。はい。ですね。で、これもアクセスクリックすれば分かります。あなた何の勉強したいですか？この時間、授業の時間、レッスンの時間、何勉強したいっていうのを書いてくださいね。読解でもいいし、語彙文法でもいいし、仕事の日本語でもいいし、何でも大丈夫ですので、あなたが勉強したいこと書いてくれないと私もわからないので書いてください。お願いします。はい。では、まずはここのリンクですね。このリンクを、今日のビデオの下のところにリンクが書いてありますから、そこからアクセスして申し込みしてください。待ってます。そしてあとは、ビデオで勉強するというのもあります。時間が合わない、どうしても時間が合いませんという人はビデオでも勉強できます。ビデオレッスン、ビデオコースたくさんありますが、その中でも JLPT だと、例えば読解、リーディングのビデオだとこの2つが特に今おすすめです。読解問題ですね。 JLPT の読解問題の、テスト、どうやって勉強すればいいか、あと合格するための読み方というのがあります。どうやれば合格しやすくなるかというのがあります。テクニックあります。このステップ1のビデオ、特におすすめです。私説明しました、授業の時。はい。で、授業のビデオなので、皆さんもね、授業に来ているように見られますから、ぜひぜひおすすめ見てください。で、これステップ1とステップ2ありますが、絶対どっちも見なければいけないわけではありません。例えば、練習たくさんやりたいですって人は、こっちのステップ2の方がいいかもしれないです。はい。こっちで、あ、そうか。どうやって読めばいいかよく分かったというふうにステップ2得になると思いますから、はい、どっちもいいと思いますよ。ステップ1だけでももちろんいいですしね。ですので、これも私の今日のビデオリンクの下のところにアクセスリンク書いてありますから見てください。そして、いや、もっと短いビデオでいいんですという人はこれもおすすめです。これもやっぱり読解ですね。中文のやり方、合格の方法、1時間説明してます。どうすれば合格しやすくなるか、テストの時どうやってテストの時間を使えばいいかとかテクニックがあります。それをシュッと1時間でまず話しているのがこのビデオです。はいね。N2 と N1 あります。はい、どちらもおすすめです。合格の方法しっかり説明してますから、ぜひぜひテスト前でもう時間ないんですという人はぜひこれいいと思います。この2つね、おすすめです。はい、では、この申し込みリンクは今日の下、ビデオの下のところに書いてありますから、そこからアクセスしてください。ビデオリンク下です。オンラインレッスンと書いてあると思います。ぜひぜひ来てくださいね。お待ちしてます。では皆さん勉強ね、頑張ってください。いつも応援しています。はい、いつもありがとうございます。では続けて勉強しましょう。マジっすか？そうなんすか？やばいっすね。
知らなかったっす。これ美味しいっすね。もっと食べたいっす。これどこに売ってるんですか？俺も買いたいっす。はい、こんにちは皆さん、日本語クラスです。何ですかすって先生、何ですか急に怖いですね、何を言っていますかってね思った人いると思います。はい、大丈夫ですよ、怖くありません。はい、これは全部日本語です。はいそして、今日はライブです。はい、ライブですが、すぐに始めました。はい、よろしくお願いします。声が聞こえますね。多分大丈夫だと思いますが、聞こえますとメッセージください。お願いします。はい。そして、今日はこのすなんですが、聞いたことありますか皆さん。日本に住んでる人は生活の中で聞いてるかもしれないし、住んでなくても日本のドラマとか映画とかの中でこのすというの、はい、聞いたことある人、耳がいい人だと聞いたことある、聞こえているという人、はい、多いと思います。どうでしょうか。はい、いや、わかんないって人でも N2 レベルぐらい、N2 以上の人だったらもう知っていっていいと思います。はいですので今日やりますねこれね面白いですよ。はい、ちょっと冗談ジョークと思いながら聞いてください。でもこれ本当に日本人使ってるので、はい、知ってると今度聞けますね。聞こえる、耳で聞こえるようになりますので、はい、やってみましょうか。これですね、例えばやばいっすね、やばいっていう言葉はね皆さん大好きですね。はい、留学生のみんなも大好きだし、外国の人も、やばいという言葉、結構早く覚えますね。どこで覚えるんですか皆さんそれがやばいですと私は思いますが、そうやばいです。これね、危ないとかね、危険だとかそういう意味ですよね。でこのやばいっすね、これもちろん意味はやばいですねの意味です。そうですそうです。はい。だけどこれをですね、やばいですねじゃなくて、やばいっすね、やばいっすね、この私のこのネイティブスピーカーの発音ね、ぜひこれで覚えてください。やばいっすねじゃないんで、やばいっすねってちょっとこんなゆっくりじゃなくて、もうちょっと早く、やばいっすね、やばいっす、すもなんかすって聞こえます。やばいっすねって言います。でこれはですね、よく使う人がだいたい決まっています。はい、これはよく使うのは男の人です。はい、男の人で、それもよく使うのは、例えばこの写真を見せてしまいましょう。はい、これは日本でも大人気だし、今アジアでとっても人気らしいですね。中国とか台湾とか韓国とか、はい、他のアジアもそうかもしれないですが、こういうアニメ、タイトルは「スラムダンクと言います。はい、これは高校生たちが部活というクラブで、授業が終わった後運動をするチームですね。部活と言いますね。日本にはそういう文化がありますね。その、バスケットボールのチームです。これみんな顔がもうなんか大人なんですけど、高校生ですかってね、ちょっとって思いますよね。信じられないね。この人とかね、本当ですか、こんな高校生いますかってね、おじさんですねってね、本当に思いますよ。なんですがこのアニメはもうとても古いんですね。って言ってもすっごく古くないけど、でももう30年ぐらい前なのかな多分。もうちょっと大体そのぐらいだと思うんですが、実はこのさっきの「す」何々っすね、やばいっすね、この「す」はこの、スラムダンクのアニメの中にもよく出てくるし、
ちょうどこの言葉を使い始めたのが今から30年くらい前と言われているらしいです。はい、だから最近の言葉なんですね。今ね、もし皆さんが今20歳とかで若い人だったら30年前ってすごい前ですね、古いって思うかもしれないけど、言葉の30年前と考えたら新しいです。はい、それも流行ブーム、その1年だけ使う新しい言葉とかじゃなくて、もう本当に30年前ぐらいからどこかよくわからないところから使い始めて、今はもう使ってるんです、この言葉を。はい、何それってね。なので私もずっと不思議だったんですね。何なんだろうこの「す」っていうね。で学生の時、こういう高校生とか中学生とかで部活の時だけ使ってるっていうんだったら分かるんですけど、会社に入ってからも使ってる人が結構います。多いって言っても嘘じゃないですね。なんで使うんだろうって思ってて、なんかよく分かんないと思って、でずっと気になっていたし、多分留学生の皆さんというか日本語を勉強している皆さんにも多分不思議な言葉じゃないかなって思ってたんですね。でも今まで私学生さんから質問されたことないんですけど、この「す」っていうの、先生これ何々すって何ですかって言わないから、みんなはなんかあんまり気にしてないのかなと思ったんですけど、ちょっと日本人の私には変な言葉に聞こえていたので、今日ちょっと調べてお話ししますね。はい、で、声聞こえますっていうメッセージありがとうございます。ザーさんありがとうございます。ザーさんも久しぶりに今聞いてくださってありがとうございます。マンゲシュさんかな。はい、ありがとうございます。聞こえてますね、きっとよかった。で、そうでね、この「す」ってやつですよね。「す」をよく使うのは男の人で、特にですねこれ、はい、これを見るとみんな運動していますよね。そうそう、こっちはサッカーだし、サッカー、バスケットボール、野球ですね。そう、これちょっと本当に日本の文化って思ってくださいね。皆さんの国とは違うかもしれないけど、日本ではこういうスポーツをする部活、特に中学校の部活って分かんない人、あれですよ、学校の授業が終わった後に好きなスポーツのチームに入ります。でもそれは同じ学校の学生です。同じ学校の学生がみんなで1年生2年生3年生とかね、例えば中学校だったら1年生2年生3年生、高校もそう1年2年3年で、集まってその運動をします。でサッカー部、バスケットボール部、野球部とかあります。はい、もちろん他にもあるんですけど、運動じゃないのもあるんですけどね、音楽をやるとかもあるし、絵を描くとかいろいろあるんですけど、この「す」っていうのね、やばいっすとかマジっすかとか、はい、この「す」使うのは主によく使うのは運動の部活と言われています。はい、でなんでかなって思ってたんですね。なんで使うんだろう。だからさっきの写真の、これですね、スラムダンクもやっぱり運動ですよね。なんで使うんだろうって、なんであんまり例えば絵を描く部活、美術部っていうんですけど、そういう人たちはあんまりスって使ってるイメージがない。でもやっぱり運動している部活の人たちはスって使ってる人多い。会社に入ってからも使う人が多い。なんで、はい、それはですね、敬語に関係がある。そして人間関係に関係があるということが私は調べて分かりました。例えばなんですけど、特にですねこの野球部というのはですね、
写真がないか。野球部は先輩と後輩、上の人と下の人の関係が結構厳しいことが多いらしいです。はい。先輩には敬語を使わないといけない。後輩、下の人には先輩は使わないでいい。はい。で、下の人は、後輩は上の先輩に挨拶をしないといけない。先輩おはようございますとか、先輩お疲れ様でしたとか言わないといけない。で、言わないと怒られたりする。で、そうなると前に私の YouTube でも話したんですけど、敬語ってこうもちろん丁寧にするとか、相手を尊敬しているから使うとかよく言われるんですけど、でもそれよりも人間関係、相手との距離をこう持つと、相手とあまり近くないんですよ、あなたは上の人、先輩は上の人だから私は下の人で、距離を持たなければいけない、ディスタンスを必要だから、それを相手に見せるために敬語を使って、私と先輩、あなたは遠いです、私は下ですっていうのを見せてる、距離を作るものっていう、そういう仕事をしているんですね、敬語ってね。で、だから野球部はそれをはっきり見せないといけない。先輩は上の人ってね。そのためには敬語を使わないといけない。はい。だから尊敬してるとか尊敬してないとかあんまり関係ないです。はい。とにかく上の年齢、何歳ですか、先輩ですか、後輩ですかって、年齢が上だったら敬語で距離を出す、距離を見せるっていうね。でするのに敬語使うんだけど、やっぱりそれでもあんまり敬語使いすぎると遠くなってしまう、遠すぎるイメージになってしまうらしいんですよ。で、そうするとやっぱり先輩後輩でもちょっと仲がいい、ちょっと兄弟みたいな仲良しの場合もあるし、または下の後輩が先輩のことをすごく好きで、もうちょっと心の距離は近くなりたいって思った時に、ずっと敬語で何々です何々ますと言ってると、ちょっと遠すぎる、気持ちが遠すぎる、なんか僕は先輩のこと好きなのにっていうのがあんまり言葉で出せないのがちょっと残念というので、ここの「す」を使うっていうことらしいです。なのでちょっと今書きましたが、です使うとちょっと遠すぎる、相手と遠すぎるし、反対にです全然使わないで、もう家族と同じ話し方をする、これはタメ語って言います。はい。です使わないから、家族と話す時と一緒。もう疲れたとか、疲れましたね、疲れましたじゃなくて、もう疲れたとか、もう帰りたいですじゃなくて、もう帰りたい、先輩私もう帰りたい、疲れたと言ってしまう。それはやっぱりダメ。それはちょっと先輩と近すぎる関係になっちゃうから、どうしよう。でもです使うと遠すぎるし、そしたらこの間の言葉欲しいなと思って、新しい言葉ができたらしいです。先輩今日の練習疲れました。マスターはできないな。マスタースは変ですね。もう早く帰りたいっす。例えば早く帰りたいっす先輩。スってね。その時ス使うと、そういうことなんだって私調べて初めて知ったんですけど、でそうなると運動してる部活、スポーツの部活は運動しない部活、例えば美術やるとか音楽をやってる部活より、やっぱり上と下の関係がどうしても厳しくなるんですね。多分なんですけど、運動だとレギュラー、誰が試合に出るかとかが人数が決まってますよね。この人数しか出られないとか、多分そういうのあるし、
サッカーだと何人だけとか、バスケットボールだと何人しかとか、もちろん野球も何人までとかあるし、そうなるとはっきりこう上と下誰がこの試合に出られるみたいなのをこうやっぱり決まってしまいますよね。そうなるとなんかそこでこう関係が試合に出れる人と出れない人でなんかそこでもこう線が引かれるラインができちゃうし、反対に例えば音楽をやる部活みんなで楽器を演奏するとかだと、みんな出られます。だからそんなにこうとっても厳しい上と下の関係っていうのはないんですよね。私がその音楽をやる部活に入ってたので感じるんですけど、美術とか絵を描くとかもちろんそうですよね。もう自分で好きな絵を描くから先輩後輩あるけど多分そんなには厳しくないですよね。でそうなるとやっぱり運動はあの運動はそのね厳しい。やっぱりですってちゃんと分けないといけない。先輩と下の人を分けないといけない。でだけど先輩ともうちょっと近づきたいってなった時にこの巣を使うっていう、そういうメカニズム、こういうシステムっていうことらしいです。だからうまく考えたなと思いました。すごいと思います。これはなかなか面白い。でこれはそうそうこの部活に入っていた人、学生の時この運動の部活に入っていた人は会社に入ってから大人になってからもう結構素の言葉を使ってる人が多いです。はい。これがねまたやっぱり面白いですよね。もう部活じゃないのに。で例えば私ジムに通ってるんですね。スポーツをする、体をこうトレーニングするところ行ってるんですけど、そこのトレーナーさんも私に対して素で話すんですね。そうすごい前より重いダンベルが持ち上げられるようになったんですね、すごいっすねとか、今日も頑張ってるんですねとか言いますそのフォーム綺麗っすねとか、めっちゃいいっすねって言ってくれるんですね。話してくれるんですね。もうでも私とそのトレーナーさんって別に部活じゃないですよね。何も関係ないというか、トレーナーさんはその会社の人で、私はそこに行くお客様ですよね。だけどこの私お客様に対してもスッて使うんですね。あれって思ったこともあって、なんで私にスッて使うんだろうって思ったけど、でも私はなんか悪い気持ちがしない。なんかですって話すより、いいっすね、すごい良くなりましたね、いいっすよって言われると、いいですねとか、良くなりましたね、いいですねより、いいっすねって言われるとなんか嬉しい。なんか近い、やっぱり気持ちが近い、ちょっと友達みたいなイメージを持ちます。だからね、この言葉はちゃんとできてますねちゃんと働いてますね。敬語じゃないけど何ですかね、すごいこの言葉としてのファンクション機能があるなっていうのは感じます。でその私の通ってるジムにも学生の時皆さん運動してました。どの人も運動してた。サッカーとか野球とか柔道やってた、剣道やってたとか、そういう人たくさん、あとゴルフやってたとかいますけど、よくその素を使ってくれるのはやっぱり野球部だった人なんですね。野球部、はい、この写真ね面白いでしょ。野球部ってのはね、日本人のイメージはこの絵なんですね。野球部といったらもうこういう、もうなんかもうすごい頑張ってますね。で髪型も決まってるみたいなね、こういうヘアスタイルじゃなきゃダメとか、ちょっと硬いイメージがあって、なんかもうスポーツをやるためにいろんなルールが野球部で決まってるっていうのが結構日本人にはイメージがあって、
やっぱり敬語使うっていうのももちろんだし、野球は使うってね。だけど野球部の人がやっぱり「す」っていうのをよく使う。何々っすね、難しいっすねこれとか言ってくれるんですよね。だからそういう心の距離を近くしたいっていう、でも敬語全然使わないのは相手に失礼だから、相手と近くなりすぎちゃうからどうしようで、やっぱり「す」って使おうっていうことで「す」って使ってくれてるみたいです。はい。でこれについては私前にこのYouTube で話をしたことがあります。敬語話せますかってね、これバスケ部の人と野球部の人で敬語話せるのってね、比べた場合どうかっていう話を前 YouTube で話したことがあるんで、よかったら聞いてみてください。これね本当ね不思議なんですけど、同じ高校生だとしても、同じ高校の15歳16歳17歳とかですよ。でもこう入る部活によってこの敬語のレベルが違うんですね。敬語使わなければいけませんっていうのと、そんな使わなくていいよっていうのが部活によって違うっていうのが、同じスポーツの部活なんだけど違うみたいです。でこれはねなかなか面白いですね。なのでこれはぜひよかったら見てほしいなと思うんですけど、ちょっとここでもう一つ注意しておきたいのは、すをね皆さんが使うのは私は勧めないです。学生というか留学生というか外国の皆さんが日本人に対して日本の食べ物って美味しいっすねとか、日本はいい国っすねとかは、使わなくていいですそうでも言われたら今日の意味っていうのを分かればいいし、あともう一つは日本人の人も、これなんで使うの、なんで私にこの「す」って使うんですかっていっぱい使われると言われると嫌な気持ちになるっていう日本人もいるんですね。はい。なんかちょっと軽い意味でなんですかね、言葉遣いが悪い、言葉の使い方が悪い人みたいなイメージに聞こえてしまって、なんか失礼な日本語使うこの人やだって思う日本人もいるので、この「す」っていうのは結構ね使い方がやっぱりちょっと難しいのかなって思うんですね。で、ただすごく元気に言うとこれ美味しいっすねとかって笑いながら言ったりする。で特にスポーツをやっている人、スポーツしてる人がそういうふうに話すとすごく元気で爽やかないいイメージになるんですね。悪くないですね。だけど例えばヤクザとかね、私の YouTube でよく話しますが、ヤクザね、日本のヤクザです、マフィアですねとか、なんかちょっとあんまりこう動きがなんですかね、丁寧じゃないというか、なんかちょっと動き方が失礼な感じの人がすって言うとね、ちょっとイメージが悪くなるんですね。これ美味しいっすね、ちょっと言い方も悪いですよね。美味しいっすねっていうのと、これ美味しいっすねっていうのとやっぱり違う。だからなんかスポーツやってる人が元気に笑いながら「なんとかですね」って言っていうのは全然いいんだけど、なんかちょっとそうじゃなくてそうじゃない人が言うとイメージが悪くなる。でもちろんもちろんというか女の人も使わないです。はい。だけど女の人の中でもすごく上と下の関係が厳しい何かの世界にいた人、例えばやっぱりスポーツの世界にいた人とかだと使う人がいます。女の人でも「あ、そうっすね、難しいっすね」とか「これ面白いっすね」とかって自然にポロッと時々言ったりする女の人もいるんですね。だけどそれはやっぱりこの人
スポーツやってた学生の時っていうのがなんか感じられれば別に悪いイメージにならないしっていうちょっと不思議なバックグラウンドがあって、なので今聞いてくださってる学生さんというか日本語勉強してる人は自分からは使わなくていいと思います。だけど使われたら相手によるんだけどそんなに悪い意味ではないくて特に相手がスポーツやってる人だったら自分とすごく仲良くなりたい近い関係になりたいなと思ってくれてるんだなとポジティブに受け止めてほしいなと思います。はい、ですのでこれでも面白いですよね。この言葉ってすごい面白いと思う。で結構何でも使えちゃうんですね。動詞にも使えるしいい形容詞な形容詞いいアジェクティブになアジェクティブにも使うし名詞ナウンにもつけられるし、だからね言葉としては面白いんですよね。だから話してる人スッてなんとかスッて言ってる人いたらで友達とかだったらちょっと聞いてみてもいいかも。それってどういう意味ですかとかなんかちょっと話のねテーマにしても面白いんじゃないかなと私は思いますので、知ってるといいんじゃないかなと思います。このポッドキャスト聞いてくださってる皆さんはすごく日本語ねレベル高い人多いから、今日紹介しました。ね、実は敬語の種類だったっていうね。で、私の YouTube 実は敬語をやっぱりね皆さん興味が深いみたいなので何回か話してますよ。これとかね敬語の生活っていうのは実は中学生から日本人はみんな始まるんだっていう話とか夫婦が結婚している2人がですね喧嘩する時喧嘩ですね怒ってる時に敬語を使って喧嘩するんですね。なんでってね。私これYouTube の中で実際に喧嘩をしましたので聞いてみてください。最後の方でねビデオの最後の方で喧嘩してますからね。であとは痴漢ですね。電車の中で大体男の人が女の人の体を触るボディタッチする知らない人ですよ。それ痴漢ですね。そういう人が嫌ですよね。でそれが女の人がやめてくださいくださいってね敬語使うんですね。なんでここでも敬語使うんですかってね。バカですかってね。やめろっていいですよね。ストップってねじゃないんですね。日本じゃねそこでも敬語使ってしまいます。こういう話なんで使うのとかねそういう話をしましたよ。よかったら見てください。であとはもっと真面目に勉強したいという人をね、そういう人もいますよね。そういう人はニュースとか読んでみてもいいかもしれない。私と一緒にニュースを読んでみましょう。日本のお金がですね変わるんですね。そろそろ楽しみ。読んだり、あとは N2、N1 の読解の練習とかも最近やってますよ。YouTube で見られます。あとはビジネス日本語、仕事の日本語ですねのYouTube もたくさんあります。YouTube で見られます。どうぞ。であとはそろそろ JLPT も近いテストが近いですから読解のね勉強もう本当にやってますって人多いと思います。合格する方法っていうのがやっぱりあります。どうすればいいのっていうのね、そういうの説明したビデオがありますので N2 と N1 のビデオがあります。よかったら見てください。これは私のオンラインレッスンの中で見られます。で、私のオンラインレッスン他にもあります。こっちは Zoom で授業をしてます。Zoom レッスン。で、これはビジネス日本語をやってます。他にも授業が Zoom レッスンありますし、ビデオレッスンもたくさんあるので、ぜひ私のですね、オンラインレッスンの、リンクから、詳しく見てみてください。リンクは今日のチャットの一番上のところに書いてあります。あとは、この後コメントのところにも書いておきますね。見てみてください。
ということで、皆さんこの「す」という言葉、どうだったでしょうか。面白いっす、ね、難しいっす、初めて聞いたっす、言えるかな。初めて聞いたっす、はい、知らなかったっす、これできますね。全然 OK。 知らなかったっす、よく言いますねこれ。はい、知らなかったっすってね。そうなので自分で使わないけど、でも発音の練習してみるのは本当にいいと思います。発音して自分で話せると耳でも聞けます。反対に自分で発音して発音がちゃんとできないと耳でも聞こえないです。はい、ですので発音の練習、口で練習するっていうのはすごく大事なので、ちょっとやってみてください。今日最初の方ですね、マジっすかとかでいっぱい私話しましたので、はい、聞いて練習ちょっと遊びだと思ってやってみるといいかなと思いますよ。はい、ということで、皆さん今日も、たくさんの方聞いてくださってありがとうございます。私嬉しいっす。はい嬉しいっすです。これありがとうございますはね、ありがとうございますじゃなくて、結構若い人はあざーすって言ったりします。ありがとうございます全部言わない。ありがとうございますって言わないで、あざーす何それってあざーす。はい、やっぱりスポーツの部活だった人たまに言います。あざーすね。でもあざーすは本当に丁寧じゃないので皆さん使わない。はい、でも意味は知ってでもいいです。ありがとうございますの意味です。はいね、ということで皆さん本当に今日もあざーす、はい、でした。何か新しく覚えてくれると本当に私も嬉しいっす。はいあざーす。はい、じゃあまた一緒に皆さん勉強しましょうね。ありがとうございます。こんにちは、日本語クラスです。今日もライブで日本のニュースをお話しします。はい、こんにちは、日本語クラスです。声が聞こえますか？今聞いている方いらっしゃったら、声が聞こえますと、メッセージを送ってください。よろしくお願いします。はい、ではそうですね、今日のニュースも、外国人の皆さんにとってとても大切なニュースです。はい、ですので自分に関係があるかもしれないと思って、聞いてください。はい、声聞こえますかね。ライブチャットの方できたらメッセージお願いします。そしたらですね、今メッセージを送ってくださいました。ありがとうございます。聞こえますとね、ありがとうございます。アトミックスファンさんですかね。読み方ちょっとわかんないけど、はい、メッセージもありがとうございます。今日のニュースは法律に関係があります。法律です。日本の国のルールです。はい。で、それも、皆さん外国の方に関係がある法律についてです。はい。この建物見たことありますか？これ日本にある建物です。はい。これは名前は国会議事堂と言います。国会議事堂。はい。これはですね、何をするところというか、というと、誰かの家ですかじゃなくて、これはこういう、はい、皆さんの国にも似たようなものがあると思います。ここに人が本当はいっぱい座るんですね。で、ここにも人座って、ここにも人座って、ここにも人が座って、ここで、政治家の人が集まって、いろんな日本のルールについてみんなで考えたり、そうですね、日本で起きている問題についてどうやって解決しましょうと話す、会議をする、政治家が集まって会議をするところです。はい、これが、建物、外から見るとこれです。
はい。で、ですのでとても大きいし、とってもこうかっこいいですね。立派な建物です。はい。ここは実は観光として見に行くことができますよ。結構近いです。東京駅から、電車地下鉄ですねに乗って国会議事堂前という駅で7分だけ乗ったらもうここに着きますので、もしね東京にちょっと遊びに来た時は行ってみるといいかもしれません。はい。ちょっといくらかかるとか私ちょっと今そこまでわからないので、ぜひホームページでも見てから、はい、確認していってほしいです。それで今日の、ニュースのテーマはその法律についてです。で、法律についてはここでみんなで話します。で、今日の皆さんに関係ある、外国人に関係がある法律ももちろんここでみんなで話すんですね。政治家が話す。はい。で、どういう法律かというとこれです。はい。テーマはこれですけどね、外国人労働者の、これ見たことあります？知ってるって人も多いと思いますよ。はい。技能実習制度。技能実習制度。技能実習生って聞いたことある人多いでしょ？はい。それです。その技能実習生のためのルールです。制度。改正です。改正というのはもう一回考え直しますということ。改正案っていうのはこうアイディアのこと。で、これ難しいです。これ N1 レベルの言葉なんですね。でも読み方はそんなに難しくない。審議と読みます。審議始まる。意味は難しいですね、これね。そう。でも議って書いてあるから、何かディスカッションする、会議するっていうイメージでいいです。そう、それでいいです。実際本当に政治家たちが集まって、これでいいでしょうか、どう思いますか皆さんって考える会議のことです。はい。だからそういう会議が今始まっています。はい。もう一回言うと、外国人労働者の人で、技能実習生として日本に来る人いますね。日本で技術を学んで勉強して何年か勉強して帰る人とか、介護の仕事、おじいさんおばあさんとかを助ける仕事を日本にやりに来て、日本でも働いて、でそこでちょっといろんな方法とかも勉強して、で何年かしたらまた国に帰るっていう、はい、制度、システムですね。あれです。技能実習システム、制度です。で、これちょっともう一回考え直しましょうという会議が始まっていますというお話です。はい。私の YouTube チャンネルは技能実習生の人も聞いてくださっているらしいです。メッセージを時々もらいます。はい。ですので今日本にいる人もそうだし、これから日本に来る人、技能実習生として来る人もたくさんいます。はい。今ね YouTube これを聞いてるかどうかは別として、そういう人はたくさんいるんですけど、ルールがねちょっと変わっていくというお話です。はい。どんな風にというの、はい、じゃあ読んでみましょうか。はい。今日は3ページ読みます。これと1ページがね一番難しい漢字が多い。はい。2ページ、はい、で3ページ目です。はい。3ページ目に結構ね、こうやって変わるんですねっていうのが書いてあります。はい。で、赤い字は N1 レベルの難しい言葉。で、N2 レベルは青い字で書いてあります。はい。じゃあ読んでみましょうか。ね。今日も聞いてくださっている方たくさんいます。ありがとうございます。私話してますけど、ライブチャットで何か書きたいことあったらどうぞ書いてください。ちょっとそれを私が今話せるか分かんないけど、思ったこととかね、こんなこと知らなかったとか、そういうのあったらどうぞライブチャットで
チャットして他の人も聞いてるから一緒にねコミュニケーションチャットでできると思いますよ。はい、じゃあ読んでみますね。一回ここまで全部1ページ読むので、見ないで耳だけで聞いてもいいと思います。はい、じゃあ行ってみます。読みますね。外国人労働者の技能実習制度に代わり、新たに育成就労制度を設けることを柱とした出入国管理法などの改正案は24日から参議院で審議が始まった。岸田総理大臣は外国人から選ばれる国になるため制度の適正化を図り、環境整備に取り組んでいくとして今の国会での成立に向け理解を求めた。はい、難しいです。このページ結構難しいと思います。はい、ちょっとなんかわかるけどなんか全部はわからないってね。なんか 40%、30% ぐらいちょっと分かったかもしれないけどなんかはっきり分かんないっていうのはいいと思います。本当にそう思います。難しいですね。言葉難しいんですけど、意味は実はそんなに難しくないです。はい、確認しましょう。上から、外国人労働者、ね、働いてる人ですよねの技能実習制度、ね、もう話しましたさっきね。技能実習の、制度に代わりっていうのは別のものにするっていうことです。これじゃなくてってこと。英語だと instead of something の方、何かの代わりに別のものにするってこと。技能実習制度じゃなくてってこと。新たに新しく育成就労制度を設ける。設けるは前にもね、前のニュースでも何度も出てきていますね。作るってことですね。これは建設、家を建てる、建設の、建ですね。設けるってこの漢字は作るって意味です。建てる、作る、新しく作るっていう意味。だから、このルール、制度を作ると。はい、これを作ることを柱とした。あららら、言葉長い。そうなんです。ここね、難しいです。長い。ちょっといくと、出入国管理法。これ何ですかね。でも漢字見るとわかる。出たり入ったり国ですから、日本に、これ国は日本です。日本に入ってくる外国の人とか、日本から出ていく外国人の人を管理、チェックする法律です。はい。みんなの国にもありますね。もう誰でもいいです、来てください。はい、さようならとかできないですよね。ちゃんとパスポートでチェックしますよね。ああいうのがちゃんと法律でも決まってる。はい、誰は来ていいけど、どこの国の人は何ヶ月しかいられませんとかね、いろいろありますよね。そういうものですね。で、ちょっと待ってください。出入国管理法、そういう法律などの改正案。この管理の法律の改正案ができていると。改正というのはもう一回考えるですよね。アイディアですよね。改正案。はい。これを考えている。で、これちょっと待ってください。長い。ここがですね、新たになんとかなんとかを設けることを柱としたっていうのが、ここが説明してる言葉なんですね。ここがこっちの言葉を説明してます。詳しく説明してる。大事なのは実はこっちです。出入国管理法の改正を今考えていますって言ってるんですね。簡単に言うとね。で、出入国管理法はどういう法律ですかって言ったら、ここです。新しく育成っていうのは育てるってことです。これね、育てる、就労っていうのは働くって意味です。これは就職の就、
だから働く。でこれもね、労働者の労ですよね。だからなんか意味わかんないと思っても、漢字の意味一つずつが何かわかると、漢字の大体のイメージはわかります。イメージできる。だから働く人のルールです。だけど働く人でもこの前に書いてあるから育てるんですね。育てる。働く人を育てるっていいと思います。働く人を育てるためのルールを作ることを柱っていうのは中心っていう意味です。中心で大切にするっていうこと。中心に考えた出入国管理法。長かった。難しいですね。もう一回言いましょうか。出入国管理法をもう一回考え直してます。もうちょっと違う法律を加えたり直したりしませんかっていうアイデアがあって、どういうものを入れるかって言ったらこれ。新しくこういう働く人を育てるためのルールを入れる。だからこれはまさに、外国人の人のためです。外国人の人が日本に来ていろいろ勉強する。仕事について勉強するルールです。それについていろいろ書いた法律を出入国管理の法律に入れましょうっていうこと。それを24日、これ5月24日です。もうつい最近です。5月24日から参議院っていうのは、これは政治家たちの集まったチームって思ってください。でもたくさんの人います。政治家たちがみんなで審議、考えている。会議をしている。それが始まりましたってこと。ちょっと長かったですね。とってももう一回簡単に言うと、このもともと前からあった、技能実習生のためのルールをもう一回新しいルールに変えましょう。というか変えるっていうか新しいルールを作ろうと言ってる。で作って代わりにだからこの前の技能実習制度はなくしましょうっていうイメージです。なくなるんですかってね。技能実習生なくなるのってね。どういうことってちょっと心配になりますけどね。大丈夫です。読んでいけばわかる。で、そしてそれから岸田総理大臣、これ大丈夫ですね。今の日本の総理大臣ですね。政治家の一番上の人、トップの人ですね。その人は、名前が岸田さんと言います。岸田さんは外国人から選ばれる国っていうのは日本ですね。私たち日本が外国人から選ばれる国になるため、制度、ルールの適正化。いいです。これ N1 漢字難しいけど覚えておいた方がいい。適正化、適正っていう言葉がいいです。特にね、適正、正しいだから、適っていうのはちょうどいいっていう意味です。ぴったりとかそういうの、正しくちょうどよくなるってことです。かっていうのは何々になるの意味です。だから外国の人から日本はいいな、働くのにとてもいい国だと選んでもらえる制度ですね。制度を、ちょうどいい制度を作るっていうのを計りっていうのは、そうしようとすること、何々しようと、計画を立てることです。プランを立てる、計りね。これも N1 です。適正化を図り、環境整備に取り組んでいく。これは線をアンダーラインを引きました。私これは漢字は簡単です。 N3 レベルです。だけど意味が本当に新聞らしい言い方なので覚えておくといいと思って、線を引きました。これは環境整備っていうのは環境エンバイロメントですね。木を植えます？森があった方がいいですか？とか、海はきれいとかそういう意味じゃなくて、そうじゃない。環境整備っていうのは
外国人の人が住むのに住みやすい世界にするってことです。日本を。日本ってほらやっぱり日本語しか中心の言葉がないですよね。国によっては日本語だけじゃなくて他の言葉も使いますっていう国あるけど、日本は例えばやっぱりよく一番中心なのはもちろん日本語だけど、日本語わからない人には生活はちょっと大変ですよね。漢字読めないとか、いろんなところ行った時に車の運転する時もそうですね。読めないってなるとそれはあまり環境が良くないですね。だから例えばそういう、外国の人にも選んでもらえる生活しやすい状態ってこと、状態にする、取り組むっていうのはそういう状態にするっていうことです。そうしていきましょうと岸田さんが言ってるんですね。もっと外国の人に日本に来て働いてほしいからです。だから日本の環境をもっと良くしようとして、取り組んでいきますという考えでっていう意味です。これ今の国会での成立に向け理解を求めた。今の国会っていうのは最初に見せた会議をしているところですね。この議員っていうんですけど、政治家たちが会議をしているところ、その会議で成立、何が成立というと、この新しい制度を作りましょう、皆さん賛成してくださいっていう意味です。この制度に作ることに向けて、それをやるということの方向に向かって皆さん理解してくださいね。理解っていうのは誰が理解するかといったら、これはこの政治家たちがです。政治家たちがまずはこれ必要なルールなんですね、分かってください、これがないと外国の人日本に来なくなりますって、働きに来なくなりますから、皆さんまず政治家の皆さん分かってくださいって、理解してくださいねっていう意味です。理解を求めます、欲しいですの意味。誰が欲しいかといったら岸田さんが欲しいですってことです。はい。もちろんこれこの理解は日本の国民、日本人も理解をしなければいけないですね。だけどまずは政治家がじゃあはいいいですよ、この法律必要ですねって、はい分かったって言わないと法律できませんので、決まらないから、まずは政治家の皆さん分かってくださいと岸田さんが話しているということです。はい。だから今考えてるとこなんです、ちょうど。で続きじゃあ行きましょう。ここのページはですね、ほとんど読み方書いてないです。はい。だけど読み方さっき書いてあったのが出てますよ。覚えてますか？じゃあ行ってみましょう。いきますよ。出ですね。出入国管理法などの改正案は技能実習制度を廃止して新たに育成就労制度を設け、外国人労働者を、これは原則3年で専門の技能があると認められる特定技能の水準にまで育成するとしている。はい。ここ半分はさっきの話が同じことが書いてあります。で、もうちょっと半分は新しいことが書いてあります。はい。じゃあ行きましょう。出入国管理法、さっきの法律ですね。さっき見せました。どこかな、ここですね。はい。日本に外国の人が入ってくる、出ていく。ね。で、その法律ですね。で、何ヶ月日本にいていいですとか、そういうの、ビザとかそういうのですね。そういう法律などの改正案、変えましょう。これから新しくしようというのは、技能実習制度を廃止。はい。やめるってことです。廃止大事ですよ、これね。でも止めるって漢字書いてあるから、やめるんだって分かりますよね。
そう、これ N2 の人は漢字の書き方と読み方と意味しっかり覚えた方がいいです。 N2 レベルです。廃止する、やめるなんですけど、これ意味が重いので、制度をやめるとか何かをやめるっていう時に言います。はい。今まであったものをもうなくすっていう意味です。はい。で、制度を廃止やめて、新たに育成育てる、就労働く人を育てるためのルール制度を作って外国人労働者を原則3年で、これはですね、基本的なルールはっていう意味です。こっちの漢字がルールって思っていいです。で、こっちは、ベーシック、基本はっていう意味になりますね。だから最低でも短くても3年とかっていう意味なんですかね。それか、この新しいルールでは日本に来て働く人は、まずは1年だけとかじゃなくて3年間は働くということかな。3年間は働いて、でそれで、専門の技能、いいですね。専門、何か得意なことですね。それについて何か専門スペシフィックの技能だから、これはアビリティですね。能力ですね。能力があると認められる。あなたはちゃんとこの能力があります。あなたはこれについてよく知っています。できる人ですっていうふうにみんなが認める。国が認めるってことですね。認められる特定技能。はい。これ知ってる人もいると思います。はい。特別な能力という、これ一つのビザがあったと思います。はい。ビザでもらうとき、働くビザの時に、何かの技術があります、何かが特別できますっていうそれが認められているビザのレベルがあると思うんですね。でそれの水準っていうのはレベルってことです。このレベルにまで育成する、はい、育てるってことですね。だからこれちょっと私もはっきりまだわからないんですけど、この新しいルールができたら3年間はまずは日本で、働きながら勉強するんだと思うんですね。で実際その新しいその仕事についてのことを勉強して、でこの人は大丈夫、この仕事についてもう大体分かっていますね。レベルいろいろあると思うんですけど、もうプロフェッショナル素晴らしいとかいろんなレベルあると思うけど、多分一番下のいいでしょう、あなたは分かっていますっていうレベルまでまず育てる、日本で育てるっていう、ものみたいですね。で、それは今までの技能実習制度とちょっと違うみたいですね。でじゃあちょっと次のページも読んでみましょうか。次、はい、もっとね詳しくもうちょっと書いてあります。いきますよ。受け入れる分野は働き手が不足している介護や建設、農業などが想定されていて、これまで原則できなかった別の企業などに移る転籍を一定の要件のもと同じ分野に限り認める。はい。ちょっと難しい言葉がまた出てきました。今まで出てない新しい言葉ですね。はい。これはですね、この受け入れる分野っていうのはさっきのこの外国人の人が日本に働きに来るという。で、何の仕事するの？何の専門の仕事しますかっていうのがこれ。日本でいいですよ、来てくださいってね、アクセプトする、受け入れる分野
分野もこれN3 から2で大事ですね。そのフィールドです。分野はどういう種類の仕事ってことは、働き手これ手だから手って思うんですけど、違いますよ。働き手っていうのは働いてくれる人です。手っていうのはね、人の意味があります。人、働く時人は手を使いますね。だから手って言うんですね。足じゃないんですね。足も使うんですけどね、手って言います。だから、働いている人が不足、足りない、働いている人が足りない介護っていうのは何ですか？大丈夫ですね。知ってますね。介護はケアです。おじいさん、おばあさん、お年寄りですね。お年寄りで、自分でお風呂に入れないおじいさんとかね、手伝ってあげるとか、もう足が悪くて歩くのが大変とか、そういう人を手伝ってあげるとか、そういうのですね。そういう介護の仕事、これ日本でその仕事をする人が足りません。はい。だからそういう介護という仕事の世界、そういう分野ですね。この分野に外国の人ぜひ来てくださいと言ってます。はい。で、介護とかそれとか建設はやっぱり建物です。建物を建てる。はい。あとは道、道路とか橋とかを直す。そういう時に人が足りないんですね。今ね、働いてる人が足りない。直さなければいけないところも日本たくさん今あるので、人が足りない。はい。で、あとは農業はあれですね、米を作ったり、はい、野菜を作ったり、そういうのですね。はい。農業もですね、日本足りないんです。そう、そういう人足りない。もう日本人何してるんですかね。日本人パソコン使いすぎなのかな。もっと野菜作ったりね、トマト作ったりきゅうり作ったり果物作ったりする人もっと必要なんですね。でもね、いないっていうか減ってる今。はい。だからこういうの、介護、建設、農業、こういうところに外国の皆さん働きに来てください、お願いしますというふうになってます。はい。こういうところの、分野などが想定されていて、想定っていうのは多分そこが必要だと考えられている。多分この分野がこの3つの分野などなどが必要だと考えてます。まだはっきりしてない。でも多分そうなると思いますっていうのが想定です。こういうふうに考えられていてってことです。考えられていて、これまでっていうのは今までの意味です。今まで原則は今まで、ルール、もともとのルールですね。前からあるルールって意味。これまで、決まったルールではできなかった別の企業などに移る。別の企業、会社です。別の会社に移る、移動する。別の会社に行きます。働いてる人がです。外国の人がです。例えば最初は、何々 ABC の A の会社で働いてたけど、例えば A の会社の介護の仕事を A の会社でやってたんだけど、B という会社もあります。介護の会社いっぱいありますから、いや実はB に行きたいですと。同じ仕事だけど B に行きたいんですけど行っちゃダメですかっていうのがダメだったみたいですね。今まではね、あなたは A の会社に来たんだから A の会社で働いてくださいっていうのが決まりだった、ルールだったけど、別の会社 B の会社に移る、移動する、転籍って読みます。これ難しい。これ N1 レベルで難しいです。はい。でも転って転ぶって意味だから、変わるんだって分かればいいです。それだけ。
転籍をここね、私がこの線を引きました。ここね別のとこに移るというのを一定の要件のもと、はい、これは難しい N1 レベル。一定はある決まった何かのっていうこと、決まった何かの要件って言ったら、これは何かの条件です。この条件とこの条件とこの条件 OK だったらいいですよ。3つのルールを守ってればいいですっていう意味だから、ちょっと全部読むと、別の会社に移動する、会社を変わることを一つじゃないですね、何か決まったいくつかのルールを守っていれば、同じ分野、同じ世界の会社、同じ種類の会社ですね、同じ種類の会社に限り、同じ種類の会社だったら認めます、いいですよという意味だから、介護の会社 A の会社に入ったけど B の会社に行きたいですっていうの、それは同じ介護の会社だったら、同じ介護の種類の会社だったら、そして何かのちょっとルールを守ってればいいですよ、会社変えてもいいですよってことでももちろん別の種類の会社に行くはダメみたいですね。最初介護の会社に入ったんだけど、ちょっとね米作ってみたいんですって言って、お米作る会社入ってもいいですかっていうのは別の違う分野の会社なので、それはダメです、認めませんという意味。はい、そりゃそうですよね。最初やっぱり介護の勉強してるから、その後も介護の会社に行くだったらすぐにその仕事できますけど、全然違う介護の勉強してたのにお米作る会社入ったらまたゼロから勉強しなければいけないから時間もかかりますし、それはできないっていうことだけど、今まではその同じ種類の会社だったら会社でも移動できなかったんですね。原則できなかった。だから、技能実習生のルールの時だったらダメ、行っちゃダメ、もう別の会社は行ってはダメ、あなたはずっとこの会社で働いてっていうルールだったけど、同じ種類の会社だったら移動していいですよっていうのが新しいルールができるっていうことですね。これは働く人にとってはいいと思いますよ。いろんなことありますから、やっぱりちょっとここの会社の人とあまり人間関係がうまくいかないとかなんかあるんですかね。そういうことかな。でも何かのねルール条件が守れれば移動ができるっていうことなので、少し働きやすいようになると思います。はい、というニュースでした。はい、このニュースはまだ全部決まってないことなので、これからより決まっていくことだから、私もわからないです。ニュースになってるのは今日のところまでです。なので、これからねどんどんしっかり決まっていくと思います。最初に見せた通り、この話し合いはしっかりよし話そうって、これでいいと思いませんかって話してるのは本当につい最近、3日ぐらい前からなので、これからねちゃんと固く話が決まっていくと思いますので、また分かったらねお話ししようと思います。はい、でこれやっぱり今の技能実習生のことでやっぱり問題が起きているからもっとね外国の人が日本で働きやすいようにしようっていうことと何ですかねそれともっと来てほしい、もっと日本を選んで来てほしい。外国の人は他の国も選べますよね。オーストラリアとか他の国も選んで働きに行ける
けど日本を選んでほしいからもっといいルールを作ろうっていうふうに日本が今一生懸命考えているところです。はい、ということでした。ですのでみんなのお友達でも日本に来る予定の人とかいるかもしれないから今考えているみたいだよって教えてあげてください。はい、で、日本で働く人はもちろん日本語がね今日のレベルが高いんですけど、この話はね日本語としては難しいです。読解としては難しいけど一つでも多く言葉を知っていた方がやっぱり喜ばれます、日本人にね。だから簡単な言葉でもいいから覚えて日本に来ると皆さんも日本人に優しくしてもらえるし日本でも生活しやすくなると思いますので、ね、ちょっとでもね一つでも覚えてみるといいと思います。自分のためにもね、あと友達も助けられますからね、言葉わかるとねと思います。はい。で、ちょうど昨日やったニュースも外国人の人に関係がある、法律についてのことをやったので、もしまだ知らない人は聞いてみてください。私のチャンネルにあります。はい。日本に今住んでる人もそうだし、これから住む人もなんですが、日本で保険のお金を払ってますかっていうのを日本がこれからチェックを始めるという話です。はい。今までチェックしてなかったんですね。だからもしどうしよう、保険のお金払ってないんです実はっていう人ね、早く払った方がいいです。はい。詳しくはこれ見てみてください。はい。私のチャンネルにあります。あとは、他にも最近の日本のニュースでそろそろ日本のお金が新しくなりますっていうね、嬉しいニュースがあります。楽しみですね。このお話もしましたよ。あとはJLPT の N1 の読解の勉強、N2 の読解の勉強したい人もあります。ビデオありますよ。ね、あとはビジネス日本語も勉強できます。はい、これもたくさんあります。あとは読解だけじゃなくて語彙、漢字、文法いろいろありますので、はい、よかったら私のチャンネルで JLPT ね受ける人は特に試験前勉強してみてください。はい、であとは読解ですね。 JLPT の読解の、ビデオが、あります。これは特にですね合格する方法っていうのがあるんですね。特に読解は難しいですね、いつもね。だけどこうやると受かりやすくなるっていうのがあって、私がそれを1時間説明したものがあります。でこのビデオが私のオンラインレッスンの中で見られますので N1 と N2、はい、困ってる人どうぞ使ってみてください。毎年これを見てたくさんの人が合格してます。はい、皆さんにもぜひ合格してほしいと思っています。そしてあとは私のプライベートレッスンもあります。はい、これは Zoom を使って、話しながら勉強するものです。はい、JLPT の読解を勉強してもいいし、試験前なので、テストの練習を一緒にしてもいいし、はい、いろいろ何でも皆さんがやりたいリクエストをしてください。はい、会話の練習してる人もいますし、そうですね、文法、漢字いろいろ、はい、あとは発音の練習してる人とかもいます。はい、もう話すの上手なんだけどもっと上手になりたいってね話す練習してる人っていうのもいらっしゃいます。はい、レベルも N5 から N1 レベルまでどんな人でも私が教えます。はい、であとは会話の練習の Zoom レッスン、これはグループレッスンです。はい、そしてビジネス日本語を勉強する Zoom レッスン、これもグループレッスンです。はい、グループレッスンもですね楽しいですよ。はい、皆さん友達ができます。はい、皆さんとっても真面目な人たちなので一生懸命勉強したい人はとってもいいと思います。楽しいと思います。はい、はい、全部これ詳しくは私のオンラインレッスンの
中に書いてあります。これのリンクを、今のライブチャットの中にも書いてあるし、ディスクリプションにもあるし、コメント、今日ライブ終わったらコメントのところにも書いておきます。はい、そこから詳しく見てみてください。はい、皆さんチャット止まっているということは皆さん一生懸命聞いているということですね。ありがとうございます。今日の読解は難しかったと思いますよ。だからどうしようわかんないって思っても泣かないでください。大丈夫です。はい。アトミックスフォンさんも 20% って書いてあるから多分 20% ぐらいしかわかんないって意味ですよね。大丈夫、いいですよ。 20% わかるだけいいじゃないですか。大丈夫大丈夫。漢字多かったし、あと話の内容がコンテンツ難しかったね。ただ大事な情報だったので今日このテーマにしました。はい。だから分かんなくて大丈夫ですからね。私の説明今聞いてちょっと分かったっていうんだったらそれで十分です。大丈夫大丈夫ね。はい。そうそう。そっか、アトミックさんまだ N3、N4 レベルにいます。でもすごい。そんなこれからどんどん上がっていくから大丈夫です。はいね。いいんですいいんです。続けて勉強すると本当になんかわかるっていうわかんなかったのにわかるっていう日がいつか来ますのでね、諦めないでネバーギブアップで頑張りましょう。はい。じゃあ今日もありがとうございました。また勉強しましょう。皆さん本当にありがとうございます。